なぜアフリカは何十年も支援を受けているのにいつまでも発展しないのか。アフリカが世界から受け取っている国際支援は毎年5兆円。過去30年間だけでも131兆円もの支援を受け取ってきたと言われています。それにもかかわらず、何十年も前からアフリカの貧困問題はなくなっていない。なぜアフリカは他の地域と比べてこれだけ発展するのが遅れてしまったのか。状況が良くなってきたと思ったら、また貧困に逆戻りしてしまうのはなぜなのか。前半と後半の2回にわたり、学校では教えてくれないアフリカの真実を話します。どうも皆さんこんにちは、原寛太です。アフリカが毎年受け取っている国際支援の合計金額をあなたは知っているでしょうか。世界銀行という国際機関が出しているデータによると、サハラ砂漠より南のアフリカだけでも2019年の1年間に海外から受け取った国際支援の合計金額は53ビリオンドル。ビリオンドルは馴染みのない金額かもしれませんが、日本円に換算すると約5兆8150億円です。ちなみにこの金額は各国の政府や国際機関から寄せられた支援、つまりは公式な支援の合計金額であり、民間企業や NGO と呼ばれる非政府団体からの支援、または個人的な寄付など、その他の資金源は含んでいません。そのため総支援額はもっと多くなると考えられています。また、ある調査によると、過去30年間だけでもアフリカは131兆円もの支援を受け取ってきたという試算もあります。いずれにせよとんでもなく膨大な金額の支援がアフリカに注がれてきたにもかかわらず、2023年の今でもアフリカの貧困や飢餓にまつわる情報をいろいろな場所で見聞きしますよね。そのような背景を知れば、なぜアフリカはいつまでも発展しないのかという疑問が生まれるのは当然のことかもしれません。しかし先日アップした前半の動画では、アフリカはいつまでも発展しないというのは思い込みであり、様々なデータを使いながら過去数十年におけるアフリカの進歩を見てきました。その内容を軽くおさらいしておきましょう。いろいろな数字が出てきて難しいと感じる人がいるかもしれませんが、データをもとに世界を正しく見ることが大事です。わかりやすく解説するので頑張ってついてきてください。例えば経済成長率。アフリカは過去20年間で世界平均の成長率を上回るレベルで経済成長を遂げています。サハラ砂漠より南のアフリカ地域では2022年は 3.4% の経済成長率、2023年は 3.6% になることが見込まれています。他には貧困の削減。アフリカの多くの国々では特に2000年以降、貧困率が大幅に下がり、人々の生活水準が改善されています。例えば基本的な衣食住すら満たすことができないレベルの貧困を絶対的貧困と言いますが、絶対的貧困の状態にある人の割合も2000年には 56.5% だったのが2019年には 34.9% にまで減少しています。前半の動画では具体的なデータにも目を通しながら、アフリカもちゃんと発展しているというポジティブな話をしましたが、実はここ数年のアフリカの状況を見てみると、改善してきたアフリカの貧困や飢餓がまた深刻になってしまっている状況があります。例えば新型コロナウイルスの大流行が始まった2020年、アフリカの経済は大きな打撃を受け、4000万人以上が貧困状態に陥りました。これは少なくとも過去5年間に達成された貧困の削減が全て消し去られた形になります。さらにアフリカへ打撃を与えたのが2022年から始まったウクライナ危機です。ロシアとウクライナは共に世界有数の穀物輸出大国。そのロシアとウクライナが戦争状態に入り、世界的に食料の価格が上がったことで、アフリカの食料問題が深刻化しました。食料の価格が 1.5 倍から2倍に跳ね上がった国もあり、その結果貧困層の人々が食べ物を手に入れられなくなり、飢餓で苦しむ人口が急激に増加しました。もちろんアフリカといえども54の国があり、約15億人が暮らす広大な大陸のため、一括りに説明することはできません。とはいえ、アフリカの貧困や飢餓がなくならない要因や、良くなってきたと思ったら世界情勢に翻弄されまた逆戻りしてしまう要因、さらにはいつまでも海外からの支援に頼り自立することが難しい要因など、ある程度は共通した要因を説明することも可能です。今回は歴史、資源、援助という3つの観点からアフリカが発展しない理由を見ていきましょう。これまでの動画の総復習も兼ねているので、ぜひ最後までご覧ください。アフリカの発展が遅れている理由を考える上で絶対に避けては通れないものが過去の歴史です。特にヨーロッパ主導で行われた奴隷貿易と植民地支配の歴史が現代のアフリカにも大きな悪影響を与えています。
まずアフリカ大陸は15世紀から19世紀にかけて大規模な奴隷貿易が行われた被害者でした。当時アフリカからは多くの黒人がアメリカ大陸に連れ去られ奴隷として売買されました。少なくとも1000万人以上のアフリカ人が強制的に拉致されたと考えられています。近年の研究によると、奴隷貿易の時代に多くのアフリカ人が連れ去られた地域は現代においても最も貧しい地域と重なっていることが分かっています。奴隷貿易がアフリカの貧困に与えた影響についてはこちらの動画で詳しく解説しましたが、難しい言葉を使うと奴隷貿易とアフリカの貧困の間には相関関係ではなく因果関係があることが証明されています。つまり奴隷貿易の被害をたくさん受けた地域は奴隷貿易の影響が少なかった地域に比べて発展が遅れてしまったということです。なぜ奴隷貿易の被害が激しかった地域は現代においても貧しくなっているのか。本来なら労働力となる若い男性が大量に連れ去られてしまったことや地元の文化や産業が破壊されてしまったことも大きな原因ですが、奴隷貿易の時代に生み出された民族の多様性、別の言葉で言い換えると民族間の分断がその後アフリカが発展しない大きな原因になりました。奴隷貿易を主導したヨーロッパの奴隷商人たちは強力な王国や指導者など自分たちにとって都合のいいアフリカの従順な民族に銃や弾薬を渡し、他の民族を襲わせ奴隷を捕まえる奴隷狩りを行わせていました。その結果、特定の民族や地域が優遇され、他の民族や地域が排除される不均衡がもたらされたのです。奴隷貿易の結果、ごく一部の民族や地域が富や権力を独占し、他の大多数の民族や地域は貧困化するという状況が生まれました。このような形で奴隷の調達が行われると、それまでは交易をしたり同盟を結成したりと何らかの結びつきがあった村同士の間にも亀裂が走るようになります。特に大西洋奴隷貿易の時代、ヨーロッパ人が外から持ち込んだ仕組みによってアフリカの社会は不安定になりました。この時代には自分たちを守るための手段としてヨーロッパ人から個人的に武器を購入する者たちもいました。奴隷狩りによって対立や争いが起きるとアフリカの社会は不安定になり、かつて存在していた統治の仕組みも崩壊していきます。人々は自分たちを守るために小さな集団を形成するようになりましたが、こういった小さな集団が大規模な共同体や国家にまで発展することはありませんでした。奴隷貿易の被害が甚大だった地域では大きな共同体や国家の誕生が阻まれ、その結果として民族ごとに極めて細分化された地域になっていきました。実際にアフリカの奴隷貿易を専門とするハーバード大学のネイサン・ナン教授が行った研究結果がこちらのグラフです。横軸は連れ去られた奴隷の人数を、縦軸は民族の多様性を表していますが、このグラフからもわかるように過去に多くの奴隷が連れ去られた国は現在では民族の多様性が高いことが分かっています。民族が多様すぎる社会では政府が学校やインフラなどの公共財を整備しようと政策を実施したくても他の民族が素直に受け入れない可能性が高いと言われています。そのような背景もあり、特定の民族が富や権力を握ると他の民族に奪われないようにしようと自分たちの民族を優遇し、他の民族を冷遇する傾向があります。人々の間に対立や分断が生み出されたことで、後の時代に内戦が起きる原因になったり、権力を手に入れた一部の民族が他の民族のことを考えず自己中心的な政治をするようになる一因となりました。その結果、権力を握った一部の人たちは豊かになっていく一方で、大多数の国民は貧しい生活を強いられている、そんな状況が生まれてしまったんです。ハーバード大学のネイサン・ナン教授が行った研究によると、仮に奴隷貿易が行われていなければ、アフリカとアフリカを除いた他の途上国の所得の差の 28% から 100% が存在しなかったということも分かっています。その詳細が気になる方はぜひこちらの動画も合わせてチェックしてみてください。また19世紀から20世紀にかけてはヨーロッパの国々によるアフリカの植民地支配が行われていました。アフリカを植民地にしたヨーロッパの国々、いわゆる宗主国の企業はアフリカの人たちが食べるための作物ではなく、綿花やコーヒーなど先進国に輸出するための作物ばかりを栽培する農園、いわゆるプランテーションを経営してきました。アフリカがヨーロッパの植民地から独立した後も同じ構造が続いたことで、国内で消費するための農作物は作られず、先進国に輸出するための作物ばかりが作られ、アフリカの多くの国々で自給自足型の農業が定着しませんでした。その結果、アフリカには広大な土地があるにもかかわらず、外国から食料を輸入しなければならないんです。でも、ウクライナ危機のような国際情勢になり、世界的に食料の価格が高騰すると、外国からの輸入に頼っているア
アフリカの国々はその影響をもろに受けてしまい、多くの人たちが貧困や飢餓に逆戻りしてしまう、そのような構造があります。アフリカが発展しない2つ目の理由は、意外に思われるかもしれませんが、豊富な天然資源が存在するからです。アフリカ大陸は世界で最も天然資源に恵まれた大陸の一つです。普通に考えれば、石油や金、ダイヤモンドといった資源が豊富にあれば、その資源を活用し発展することができるように思うかもしれません。しかし、豊富な資源が逆に発展の足かせになってしまうと考えられています。資源が豊富な国では、権力者たちは国の財源を資源ばかりに頼ってしまいます。資源を財源の柱にしてしまえば、他の産業を育てる必要性もありません。このように、天然資源から得られる富は一部の権力者たちに独占される一方で、大多数の国民は自ら富を生み出す手段を持たず、貧困から脱却できないという構造があるのです。さらには、資源に依存した経済が作られてしまうことで、資源価格の変動に左右されるようになります。例えば、アフリカ大陸の中央部にあるコンゴ民主共和国という国は、かつて天然資源の銅を輸出することで得られる利益に大きく依存していましたが、国際的な銅の価格が暴落した際、その影響をもろに受けてしまい、国の経済が急速に悪化しました。その結果、豊富な資源が存在するにもかかわらず、多くの国民が貧困で命を落としていったんです。同じように、例えば原油の輸出に依存している国は、原油の国際価格が安定している時ならいいですが、逆に原油の国際価格が暴落した際、国の経済全体が打撃を受けて、国民の生活が苦しくなってしまいます。他にも資源が豊富な国では、政府や軍事組織が資源を独占し、大多数の国民の生活水準は低いまま、そういった国もあります。このように豊富な資源が逆に持続可能な発展を妨げてしまう現象を資源の呪いと言います。資源の呪いについては近日中に別の動画で解説する予定ですので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。3つ目の理由は、外国からの援助がアフリカの自立を奪い、他国に依存しなければ生きていけなくなってしまったから。アフリカは外国の政府や国際機関によって莫大な援助を受けてきましたが、その一方で援助によってアフリカの自立が奪われてきたという批判もあります。例えば、外国からの援助によってアフリカの農業が破壊されてきたという指摘があります。ヨーロッパやアメリカなどの国々は過去数十年間にわたってアフリカに大量の食料を輸出してきました。援助という名目で行われることもあれば、補助金をつけて安い価格で輸出するといったことも行われてきました。確かにアフリカの国々ではその当時から貧困や飢餓が問題になっており、先進国からただもしくは安価に入ってくる食料は短期的には現地の人たちを助けました。しかし、外国から大量の食料が入ってきたことによってアフリカの農業が自立する力が奪われていきます。自給自足型の農業が定着せず、今でも膨大な量の食料を海外からの輸入に頼っているのです。その結果、先ほども見たようにウクライナ危機が起きたことで世界的に食料価格が高騰すると、アフリカのような貧しい地域はその影響をもろに受けてしまい、貧困や飢餓が発生してしまう、このような問題があります。アフリカの飢餓がなくならない理由は、以前こちらの動画で詳しく解説しましたが、海外からの穀物輸入によってアフリカの農業が破壊されてきた歴史は、今日本の農業が現在進行形で破壊されている状況と同じじゃないか、そういったコメントが多数寄せられましたね。それ以外にも、アフリカの中には国家予算の半分近くを外国からの援助が占めている国もあります。こんな状況では国民から税金を集める必要性もないため、アフリカの政治家たちは国民の顔色ではなく外国勢力の顔色を伺いながら政治をすることになります。これもまたアフリカがいつまでも自立することができない大きな要因なのです。過去500年間の歴史を見ると、これまでアフリカは常に弱い立場に置かれてきました。普段私たちがアフリカについて考える機会はめったにありません。私たちが目にする世界のニュースも、その多くはアメリカやヨーロッパの視点から描かれています。しかし、これまでずっと弱い立場に置かれてきたアフリカの視点に立ってみると、この世界がどのように成り立っているのか、新しい視点を持つことが可能になります。アフリカに目を向けることが、実は日本の未来を考えることにもつながるのかもしれません。
私はアフリカに何度も足を運び、アフリカについて学ぶほど自分の世界観、言い換えるならば世界の見方が変わっていくことに気がつきました。もう難しい動画にもかかわらず、この動画を最後まで見てくれたあなたにも同じような経験を味わってもらえたら嬉しいです。今回はここ最近アップしたアフリカ関連の動画の総復習的な内容にしてみたんですけど、いかがだったでしょうか。ぜひね、感想をコメント欄で聞かせてください。例えば資源の呪いなどはさらに掘り下げた解説、近日中にアップする予定ですので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。また、私が運営するオンラインコミュニティシナジーではアフリカ関連の勉強会を定期的に実施しています。アフリカなんて遠くの世界、私には関係ない。そんな風に思っている方も多いかもしれません。しかし、最後にも話したように、アフリカについて学ぶことは、実は日本の未来を考えることにもつながるかもしれません。シナジーでは一緒に活動する仲間を募集中です。ミル戦や危機戦での参加も構いません。少しでも興味ある方、ぜひ概要欄のリンクから公式ホームページご覧ください。原監督のチャンネルでは、他のメディアでは知ることが難しい世界の問題を分かりやすく解説しています。世界に目を向けることは、自らの生き方を見つめ直すことにもつながるはずです。これからも私と一緒に学んでくださる方、まだチャンネル登録がお済みでない方は、これを機会にチャンネル登録していただけますと幸いです。今回の動画少しでも参考になっている方は、ぜひ高評価ボタンでの応援もよろしくお願いいたします。ということで、今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。